どうも、ハイドグラフィーのヒデです。今日はヨーロッパ関連の旅行の話はちょっと一旦横に置いてですね、それにちなんだ別のお話をしていきたいと思います。それは What's in my bag?僕のカバンの中身の紹介です。僕はですね、仕事や休暇を含めてですね、結構米国内外を車や飛行機で移動することが多いんですね。そんな中で写真とか動画を撮影するために結構いろんな機材を運ぶ必要があるんです。車移動の際は車の中に全部撮影機材ぶち込んでしまって持っていけばいいんですけども、飛行機移動となると預け荷物の中にさすがにカメラは入れたくないんですよ。結構バッグの扱いとかってかなり雑なので、それで万が一カメラが壊れるなんてこともありえますからね。かといって、機内持ち込みの方はですね、持ち込める量に制限が結構ありますよね。その限られた機内持ち込みの中でどうやってその撮影機材を運んでいるかということをご紹介したいので、今日は僕のカバンの中身を見せちゃいます。まず僕が使っているバックパックはこちらですね。ノマティック社が出しているマッキノンカメラパック35リッターです。ノマティック社とはアメリカのユタ州に拠点を置く、バッグのデザインとか製造販売をする会社です。特にこういったカメラ関連のバックパックはかなり秀逸です。僕もですね、ノマティック社のカバンはすでに3つ持っているんですけども、デザインされた方がプロのカメラマンなんじゃないかと思わせるぐらいかなり細部にこだわって作られているんですね。このマッキノンカメラパック35リッターと聞いてパッと来る方いらっしゃいますでしょうか？おそらくですね、北米圏に暮らしていて、YouTube とかカメラ関連に興味のある方絶対聞いたことあると思います。登録者数590万人を誇る YouTuber ピーター・マッキノン、その人の名前から取られたバックパックなんですね。これはピーターがこのバックパックの開発にですね、全面的に協力して作られました。いわゆるプロモーションで名前だけ使わせてくださいというものではなくて、実際にピーターがこれを使って何度も試して試行錯誤して作られたカバンなんですね。というわけでカメラマンならではがわかる細部へのこだわりが見られるんですね。このバックパック、僕が伝えたい最大の特徴は立つんです。バックパックって床とかに置くとヘナってなって倒れるじゃないですか。で、ヘナって倒れると中身も結構ごちゃごちゃになってしまって、カバンの中身を開けるともうぐっちゃぐちゃになってることってよくありませんか？でもこのカバンはがっちり垂直に立つので、かなり安定していて中身がごちゃごちゃになる心配がありません。これ What's in my bag で中身の紹介の動画のつもりがもうカバンの説明だけで YouTube が終わってしまいそうです。ではバックパックの、紹介はこれくらいにして、実際中身を見ていきたいと思います。ダダーン！こちらが僕のバックパックの中身です。ちょっと一個一個具体的に説明していきますね。まず僕が常に使っているカメラがこちら、富士フィルムの X-T4 というカメラになります。もう長年ですね、富士フィルムを使っているんですけども、もともと僕はですね、ニコンという別のカメラを使っていたんですけども、僕のですね、兄が富士フィルム大好きで、もう彼にもう激推しされてですね、富士フィルムを使うようになりました。それからですね、僕もものすごくハマってます。これ見てください。なんかこうダイヤルがいっぱいついてて、かなりレトロ感ありますよね。でも撮れる写真は本当に綺麗で、僕のですね、インスタグラムフォローしてない方、ぜひインスタグラムフォローしてください。そちらにですね、世界中で旅して撮ってきた写真がいっぱい詰まってます。この XT4 とか、その前の機種の XT1 とかで撮った写真がアップされてます。レンズもですね、いくつかあってですね、これ以外にも他にもレンズあるんですけども、旅行に行くときはなるべく、もう厳選したレンズだけを持っていきたいと思っているので、全部で4つですね、のレンズが、を常に常備してます。レンズなんでこんなにあるのかっていうと、時と場合何を撮りたいかによってレンズを変えていくんですね。例えば人物を撮りたいのか、風景を撮りたいのか、建物を撮りたいのか、そういった TPO に応じてレンズを変えていくという感じです。こちらはですね、マイクですね。今これ YouTube 撮影用に使ってるんですけども、DJI のマイクを入ってます。もう一本マイクがあってですね、これはカメラにこう取り付けるタイプのマイクで、その街の音とかを拾いたいときはこっちのマイク、YouTube などで喋りたいときはこちらの体につけるタイプのマイクを使っています。それからこいつがドローンですね。
こちらも、DJI の、Mavic 2 Pro というタイプの、4K 動画が撮影できる、ドローンになっています。こちらはですね、予備のバッグなんですね。こちらも同じノマティック社が出してるんですけども、なぜこのバッグの中にバッグを入れてるかというと、基本的にですね、これで飛行機に乗って飛びます。で、現地に着くともちろんこんな大きいバッグを持ってあちこち観光するわけにいかないので、このカメラをですね、レンズをじゃあ今日は人物撮影するからこのレンズと、このカメラを持っていこうって言ったら、これをこの小さいバッグに入れて肩掛けにして、街を散策する。そのためのバッグがこちらになってます。ちょっとずらしていくと、このサイドにも別のポケットがあって、これは、ドローンの予備のプロペラですね。常にバッテリーにしてもこういったプロペラにしても予備を持つっていうのはものすごく大切で、旅行中って絶対トラブルがあるんですね。常に予備を、用意してます。こちらがバッテリーですね。バッテリーちょっと、これもこだわりがあって見てください。ですね、カメラのバッテリー、特に動画を撮影する方なんかは、4つぐらいは持っておいた方がいいと思います。で、僕はこうやって常にバッテリー、予備のバッテリーをいくつか持ってるんですけども、これですね、実は片面にこうやってシールが貼ってあるんですね。これはですね、このバッテリー使い切ったのかどうかを、判別するためにシールを貼ってるんですね。例えばこれ撮影が終わってバッテリーを使い切ったらこちら側を表にして入れておくと、後でホテル帰った時にこれを充電しなきゃいけないんだなっていうことが一目でわかります。そうしないとですね、充電しなきゃいけないもの、しなくていいものがこうごっちゃに入ってしまって、どれが使ったものだかわからなくなってしまうんですよね。ということでこういうふうに使ったもの、使ってないもので、裏表を変えてですね、バッテリーパックの方に入れてます。GoPro ですね。GoPro で撮影することは今ほとんどないですね。マイクがちょっと弱いんですよね。ですので GoPro を使うときはそうですね、海とかに行って、防水なので、これで、海の中撮影したりとか、それこそ何か激しいアクションを撮るときなんかはこれで撮影します。ちょっと古いですね。もう GoPro の7、もうどれだけ使ってないかがよくわかるかと思います。ND フィルターって言って、これカメラのレンズに取り付けるフィルターなんですけども、すごく真っ暗なのわかります？日光がかなり強い時に、光が強い時にそれをこう、減光してくれるフィルターになるんですね。こういったものも撮影の際に、使うことで、効果的な写真を撮ったり、動画を撮ったりすることができます。これはですね、Apple の AirTag になります。AirTag というのは、これがですね GPS が内蔵されていてですね、iPhone とかパソコンからですね、これがどこにあるのか、追跡することができます。ですのでカバンが盗まれたり、なくしてしまった場合に、今どこにあるのかっていうのが分かるように一応こういうのを忍ばせてます。ちょっとここですね、他にもですね、こういうとこに、隙間にですね、本を入れて機内で、本を読んだりすることができるように本があったりですね、このサイドにもポケットがあってですね、こちらはかなり丈夫な、厚い、コンパートメントですので、こういった形でパソコンを入れてます。こちらですね、SSD が入っています。ですね、1日の撮影を終えたらですね、パソコンを開いてカメラからこちらに写真とか動画を写します。これでっかいのなんですかね。これはですね、外付けのバッテリーですね。アンカーというメーカーのバッテリーなんですけども、これで iPhone どうでしょうね。5、6回は満充電できるんじゃないでしょうか。iPhone だけじゃなくてパソコンもこれから充電できちゃうんですね。バッテリーはもう命ですよね。バッテリーなくなっちゃったら本当に大変なので、常にこうやって常備してます。で、一方の反対側の、表面の反対側ですね。こちらにはケーブル系が結構たくさん入ってます。ケーブルはいろいろ必須ですよね。充電とかなくさないようにも、常にいくつかのタイプのケーブルを入れて運んでます。ということで今日の What's in my bag カバンの中身の紹介いかがでしたでしょうか。僕はですね、旅行に行く際はなるべく、カバンの中身は少なめにしたいんですよね。僕の奥さんのケイトはですね、
とえ3日間の旅行であっても、もうバッグがパンパンになるぐらい荷物を詰めるんです。未だに不思議でわからないんですけども、何持ってってるんですかね。ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。皆さんも旅行行く際にカバンの中身のこだわりとか何か工夫とかあったら、ぜひコメント欄に記載をお願いします。ということで、ハイドグラフィーのヒデでした。また来週からはですね、スペインの続きと、それからモロッコについて紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。またね、バイバイ。Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life.